こんばんは、岡田敏夫ゼミです。ゼミ生の皆さん、こんばんはです。今日は11月28日、11月最後になりましたね。世間では紅葉が美しいと言ってるようですがですね、そんなものはどこにあるんだとなんか僕の移動範囲にある井の頭公園内しか見てないんですけど今のところ紅葉見れないな。なんかみんないいな、見れて。ですね、今日は王様ランキングと無色転生とガンダムやりますというふうに言ってたんですけども、もうすいません、最初に謝ります。まずですね、王様ランキングできません。あとガンダムもできません。無色転生がですね、ちょっと語ればいいよなと思ってたんですけどもですね、全くこう入らないというかですね、めちゃくちゃ分量が多くてですね、今日はもう無色転生だけで精一杯なのでですね、ガンダムは必ずやりますし、王様ランキングはですね、これ今無色転生にはまりすぎてやるかどうかもわからないというかですね、もう前言撤回ですよね。終わったあたりでですね、ちょっと振り返りはやろうかなと思ってるんですけど、ガンダム楽しみだったのにすいません。そうなんですよね。語りたいことが多すぎると、無色転生って内容の割にですね、評価されてない気がするんですけども、どう思いますか？僕の気のせいだけかも分かんないんですけども、アニメ誌でも表紙になってるのをニュータイプで一回見たことがあるかどうかぐらいでですね、で多分ね、タイトルだと思うんですよ。タイトルが大きいんじゃないかなと。タイトルがですね、正式には無色転生異世界行ったら本気出すっていうタイトルなんですけども、全然ですね、内容と合ってないんですよね。なんて言うんだろうね、ここまでなかなか内容と合ってない。もちろんこれ小説で、それもナロー小説みたいなやつで、なんだろうね、無料で週に1本かな、なんかこうもしくは何日に1本かアップされる形式のやつで、そのタイトルとしては悪くないと思うんですよ。ただ無色転生異世界行ったら本気出すって、これどっちかっていうと正直言うと痛いタイトルなんですよ。それは目の肥えたアニメファンはタイトルだけ見たら、これは見る作品に入れるかどうかっていうと入れないと思うんですね。無料の小説投稿サイトは、目立てば勝ちなので、そこだったらいいかも分かんないですけど、アニメっていうのは小説より見るものの時間を奪うんですね。で現代においてその時間を奪うというのは金を奪うのとほぼ同じ意味なんですよ。っていうのは、みんな普通ですね、自分の仕事そんなに好きじゃないんですよね。だからその好きなじゃない仕事、嫌な思いをしてですね、何をしてるのかというと、毎日数時間の自由時間を買ってるわけですね。つまりなんだろうな、毎日健康に生きるためには寝なきゃいけない、ご飯食べなきゃいけない、ご飯作らなきゃいけない、掃除しなきゃいけない、洗濯しなきゃいけないって言ってやらなきゃいけないことがいっぱいあるわけですよね。でその中でその空いてる時間っていうのがもう一日に数時間しかないわけですね。でその数時間のためにですね、そのお金を使うというのもあるんですけども、やっぱり時間も使ってるわけですね。でもその数時間、嫌な仕事というか、やりたくないことをして一日数時間やっと自由時間を稼いでるわけですね。その稼いだ自由時間を何に使うのかで、外れのアニメ見たくないというふうに思うわけじゃないですか。だからこのね、異世界行ったら本気出す無色転生っていうのはちょっとね避けられるんじゃないかなと。ただ正直言ってすごいアニメなんですよ。おそらくアニメの歴史に残ると思いますし、10年20年経ったらやっぱその1920年代2020年代何だったんだっていったら、無色転生あったよなというクラスの作品になるとは僕は思ってるんですね。で今回はですね、第2クールの中盤までを解説しようと思います。というわけで第2クール始まったんですけど、無色転生本当にすごくいいんですけどもですね、原作との違いでいうと、原作って理性的で面白くてあざといんですよ。理性的で面白くてあざとい。理性的っていうのは作者がものすごくその構造を考えて書いてるからですね。つまり
多分ナロー小説で書いてるからだと思うんだけど、たゆみなく読者からのツッコミがあるわけですね。普通の小説って全部書いてから発表して、その小説世界を頭からお尻まで見て、そこでなんか矛盾みたいなものがあんまり気にならないわけですね。乗れるかどうか面白いかどうかなんですけども、その短い小説を連続で発表しているいわゆるウェブ投稿型のやつっていうのは、細かいところで矛盾点があるとその度に読者から突っ込まれると。でそういうのにですね、なんだろうな、そういうのの激戦区で勝ち抜いた小説なわけですね。あれ確か何年間か連続でトップだったんですね。人気トップだったのでですね、まあなんかこう理性的というかですね、論理的に構造できてて、作品内でほぼほぼ矛盾がないんですよ。で面白くてっていう部分も、これもね、投稿小説の特徴なんですけども、面白いんですよね。イアン・フレミング方式って僕呼んでるんですけども、007の原作者のイアン・フレミングはどうやったらそんな面白い小説が書けるんですかってアメリカのプレイボーイっていう雑誌でインタビュー聞かれた時にですね、簡単だよと、次のページめくりたくなるように書けばいいだけだっていうふうに言った。まあこれエンタメ小説界の伝説的な名台詞、決め台詞みたいなものですね。つまり次のページ次のページっていうふうに1ページ先だけ気になるように書けばいいんだっていうふうにイアン・フレミング言ってるんですけども、その方式なんですよ。読んで実際にですね、その無色転生の原作読んでみたら分かるのはですね、次のシークエンス、つまり次のワンカットワンシーンへの引きがすごいんですね。そのベクトル感覚がですねすごいから、まあ面白いんですよ。であざとい、理性的で面白くてあざといといった3つ目のあざといなんですけどもですね、感情を全て言語化してるんですよ。つまり主人公のルーですがなんでそう思ったのかっていうのを全部細かく書いてる。つまりなんでそう思ったのかっていう、でもそんなことを思った俺はこうかもしれない、いやでもしかし俺はこういうふうな過去がある、でもだからといってこんなふうに考えていいわけじゃない、いやいいじゃないかそこはっていうですね、めちゃくちゃ細かく書くんですよ。で原作ではですね、そのエリス編とかですね、あとロキシー編っていうですね、各キャラクターごとにその立場を変えたなんだろうな構造になってるんですね。しょっちゅうこう語り手が入れ替わるんですね。なので出てくるキャラクター全員が内面を話してくれてるわけです。だからもう全部なんかこうテーブルの上に材料が載ってるわけですね。その意味で言えば謎がないといえば謎がないんですよね。だから小説っていう特性を生かしてる、あざといて僕が言ったのがですね、ここまで僕はその登場人物たちのですね内面を全部語りきってるものって見たことないんですよね。まあ面倒くさいからやらないっていうのもあるんですけども、そこまでこう語ったらですね、登場人物たちの思惑とかがコンフリクトというかね、ぶつかったりですね、ちょっと矛盾が出ちゃうものなんですけど、そこすごい整理されてるというのもあるし、あと作者が何よりそういう多面的なものの見方が大好きだと思うんですね。だからそういうふうに書いてしまうわけなんですけどもですね。でこれがですね、その原作が面白い理由なんですけども、僕今回語りたいのがアニメ版の無色転生なんです。無色転生アニメ版の方が実はですね、僕は普通なんか原作版があってアニメ版があったらアニメ版の方が面白い作品っていうのはほとんど見たことがないんですね。ドラゴンボールだってですね、それは原作の方が面白いし、鬼滅の刃だってそりゃ原作の方が面白いし漫画の方が面白いしっていうのは僕は考えてるんですよ。だから原作の漫画だったら好きなようなペースで好きなように読めるのに、アニメーションっていうのはなんかここで感動してください音楽とか、ここでこんな風に感じてください声優演技とか入ってうるさいっていうのが正直な僕の感想なんですね。だからもうそのアニメと漫画両方あったらまず漫画の方でいいやって思っちゃうんですけども、そうじゃない作品が時々あってですね、まあそれがなんだろうな今回の無色転生そうなんですけども、原作よりも漫画版よりも面白いんですよ。でそれなんでかっていうと、アニメっていう特性生かしてるからなんですね。同じようにアニメの方が面白いなと思うのは進撃の巨人ですね。進撃の巨人はなんだろうな、漫画がより面白く感じられる漫画ではよく分からなかった関係っていうのがアニメめちゃくちゃ整理して出してくれてるから、アニメ見た後だったら漫画が2倍面白いっていう特徴があってですねまあこれはこれでいいことなのかどうか分かんないんですけども、で無色転生に関してはアニメの何がいいのかというと、アニメーションである映像作品であるという特性を生かしきってるんですよ。つまり
さっき話した原作の面白さっていうのは次のページが早く読みたくなる面白さなんです。面白さ、ストーリーの面白さ、展開の面白さなんですね。でアニメの方はストーリーの面白さ、話の展開の面白さで勝負してないんですよ。感情の流れ重視なんですよ。どんな気持ちでいるのか、もしくは見てる人がどんな気持ちになるのかを優先で作ってるんですね。だから結果ですね、画面作りがすごくエモいっていうのかな、感情的なんですよ。感傷的、なんか情緒があるんですよ。で説明しないのが多い。これ後で実例出します。説明しないのが多いと。で原作通りにすごい丁寧に作っているように見せて、実は思いっきり改変してるんですね。そこら辺がまあいいなと思いました。春にも語ったんですけどね、この原作通りに作っているように見えて画面がすごくエモくて情緒的だっていうのは例で、第一クールの4話のですね、家族会議という会があるんですね。で家族会議って会はまず雪に埋もれたルーデウスの生まれた家が出てくるんですよ。ルーデウスまだ5歳ぐらいですか、4歳かな、4歳ぐらいで、実家がですね、周り雪が降ってて雪に埋もれてるんですよ。でお母さんのですね、そのゼニスがですね、妊娠してもうすぐ子供が生まれると、もう幸せに包まれた家庭がくんですね。だから周りで雪が積もってるその雪もですね、全部幸せの象徴に見えるんですよ。でそこでよかったよかったって言ってるお父さんのパウラと主人公のルーデス、このシーンでの雪は幸せを象徴してるんですけど、幸せな冬を象徴してるんですね。するとメイドのリーヤがですね、申し訳ございません、私妊娠しましたっていうふうにいきなり言うと、そうするとって思いながらお母さんのゼニスとですね、ルーデウスはお父さんパウロの方をハッと見るんですよ。そうするとお父さんパウロがですね、すまん、多分俺だっていうふうに頭下げるですね、この多分俺だっていうこの失礼極まりないセリフとですね、でそうするとですね、お母さんゼニスはパウロをパーンと平手打ちして、ここでオープニング音楽かかるんですよ。でもう全員無言でなんかこう食卓を囲んでるんだけど、誰一人喋らなくてじーっとしてて、ろうそくの光だけゆらゆら揺れてて、で外には雪がしんしんと積もっていくんですね。これ修羅場じゃないですか。でも修羅場的な絵は一つもないんですよ。さっきと同じくテーブルの上にはろうそくがあって食台があって、ゆらゆら光が揺れていて、外には雪が積もっていると、さっきまで幸せに見えたものが今はなんかそのものすごい重圧、全て逃げ場がないっていうですね、怖さに見えてくる。だから冬で逃げ場がないところでこんな衝撃的な告白をされて、これからどういうふうになってしまうんだろうってですね、これ同じ風景なのにその前後に見せられるシーンとかで違う意味に見えちゃうんですね。これをですねモンタージュ効果っていうんですけども、そのモンタージュ効果を利用したエモい場面なんですよ。つまり感情的な場面っていうのは感情的な絵があるわけではなくて、前後の関係でそういうふうな感情に僕らがさせられると。さっきまで温かみのある風景だと思ったのが、今はなんか逃げ場がないちょっとした怖い風景だというふうに見えちゃうわけですね。全く同じものをやってながら。こういうわけで概論終わりますけど、見てない人はですね、本当にね世紀の名作に僕はなると思ってるんで見た方がいいです。多分あと5年は続けないと最終回までいけないはずだし、であとは後半ちょっと語れるかどうか分かんないですけど、原作がねかなりえぐみがあるんですよ。えぐいのがあるんですけども、このね原作のえぐさをねアニメでどうやって消すのか。消すっていうのはなくすっていう意味じゃないんですよ。魚の青臭さを生姜で消すみたいな意味ですね。何かを足すことで、そのエグさっていうのを消さないと多分ねテレビでオンエアできる作品にならないと思うんですけど、そこら辺どうするのかも見ものですね。ではですね、無色転生初級からいきましょうか。初級中級と今日はちょっと考えてる絵で見せる初級ということで、第2シーズンというかですね、第2クールって呼んでるそうですね。第2クールのですね第1話、シリーズ全体では12話ですね、魔眼を持つ女というのをですね、オープニングから語っていきたいと思います。魔眼を持つ女はですね、港町のシーンから始まるんですけども、オープニングかかってですね港町です。で町に入るとですね、路上ミュージシャンがいてですね、でそれも床に座ってなんかこう弦楽器みたいなのをやってると。で猫みたいな生物が近くにいると。で、ルーデウス一行がですね歩いてると背の低い石造りの建物ですね。で風景はちょっと埃っぽい風景でスパイスがですねいっぱい積まれたワゴンみたいなものがそこら中に出ている。
で暗いバザールに入っていくと、そこら中で壺とかですね、金属製のお皿とかが売ってるわけですね。でつまりこれ何かっていうと、その中東の町なんですよね。で異世界でですね、あんまり僕異世界ものってヨーロッパの町が多いんで、中東の町とかを見せるのあんま見たことないんで、この辺でですねもう一回うまいなとは思ったんですね。異世界ものって変な風景を見せようとするんですけど、無色転生って実は地球にあるような風景で、僕らが割と知ってるものをきちんと作画することによって、でその作画しているきちんとした風景の中にいろんな人種ですね、いろんな生物を入れ込むことによって異世界観を出すというですね、割と面白いことをやっているんですけど、これも実験的な手法だと思ってるんですけども、ある種そのコラージュ的というかですね、現実の風景をちょっと書き換えていくような面白さがあるんですね。主題歌と一緒にですね、このオリエンタルな風景が流れて、これすごいなと思うんですけども、これ12話なんですよ。ところがですね、13話で全く同じものを別の人物の目線で見せるんですね。12話のマガを持つ女はですね、ルーデウスがこの港町へ初めて入ってくるシーンとして書かれているんです。ルーデウス視点。ところが13話のすれ違いはですね、ロキシーというですね、ルーデウスのお師匠様だった女性が主人公、魔法使いの女性が主人公になっててですね、で彼女の視点で風景が見えていくんですよ。で本当に同じようなものなんですけども、これだけそのルーデウスにしてみれば生まれて初めて見る港町で、異世界の風景でということで驚きの連続です。だからすごい明るく素晴らしいものとして書かれるんですけど、ところが13話のロキシーが見てるこの港町の風景は、冒険をしてるとこんな港町なんかしょっちゅう見えてるから、ロキシーにはですねこんな楽しい風景は見えてないんですね。全く同じ町、これ「すれ違い」というタイトルから分かるように、ロキシーとルーデウスは同じ町にいるんですよ。でもそのロキシーにはそんなものが見えなくて、それよりも探さなきゃいけないことがある、やらなきゃいけないことがある、でパーティーの仲間がちょっと信用できないという、見張んなきゃいけないということで、違うところばっかり、その暗い店の中とかそういうのばっかりを見せる見せ方してるんですね。であとこの13話のですねオープニングあたりの面白さはですね、モノローグがあるんですね、ロキシーの。実はですねこのシリーズ通してほとんどですね、もうほぼルーデウスのみなんですよ、モノローグあるの。モノローグっていうのはですね、その、主人公の心の中の声みたいなもんなんですけど、これ限定でちょっとなんでそういうふうになってるのか詳しく理由説明しますけどもですね、ほとんどルーデウスのモノローグしかないのにですね、この13話ではですねロキシーのモノローグが出てくるんですね。でこれはですねロキシーというキャラクターですね、魔法使いが全シリーズ通してのヒロインであるという宣言みたいなもんなんですけどもですね、これも限定で追加説明します。なんでそういうふうになってるのか、この作品においてモノローグっていうのがあるのかないのかっていうのは実はすごい重要で、ここから先も多分モノローグをもし言うキャラが出てきたらそいつには絶対注目した方がいいんですけど、そこら辺もちょっと後で説明します。ちょっと今はもう全体の、説明させてくださいね。で次オープニングで僕が絵で見るですね初級として注目しているのが第19話ルート選択ですね、最新話ですの、シーロン王国に入っていくところの描写ですね。シーロン王国っていうのはまず主人公たちが入る時にですね夜明け前なんですね。だから、薄暗い中にちょっと向こうの方が明るくなっているところに見えてくるんですけど、見て分かる通りですね建物がアジアっぽいんですよ。アジアっぽいですねお城みたいなものに中国の塔みたいなものがついているとです、なんかもう本当に異世界ものの風景としてはかなり特殊な風景を描いている。でその中で旅する、ルーデウス一行がですね棚田ですね、田んぼなんですよ、水田で、そこで米が取れるっていうですね、なんかこう話をしながら、お米って美味しいんだっていうふうに言いながら、ルーデウスがこの世界にも米があるんだというふうに見せると。これも異世界の描き方の特殊なところですね。異世界っていうと変わった植物とかですね、その変わったものを描きたがるんですけども、この無色転生の中では徹底的に僕らの世界の中にあるものをジブリみたいな描写で描くことによって異世界化するんですね。つまり異世界にもこういうものがあった方が自然だというふうに僕らが受け入れることによって異世界のリアリティが増すんですよ。嘘くささじゃなくて逆にリアリティが増していくんですね。この辺の描き方がうまいです。
でシーロンの首都ラタキアに入ったら街並みが見えるんですけど、この街並みもですねちょっとアジアっぽいんですね、かなり。でこの中にですね象に似た生物とかですね、あと牛がですね荷車を引いてる描写とかがあって、やっぱここも見てたらこうちょっとドキッとするんですね。普通こういう異世界もので荷車を引かせる動物って馬かもしくは変な動物かなんですよ。いわゆるそのナウシカに出てくるですね、なんかこう動物っぽい異世界の動物を描いちゃうか、もう何も考えずに馬描いちゃうかなんですけど、牛選ぶっていうのはですね、やっぱさっき話した現実にあるもの、ほぼ人間と同じような種族がいるんだったら異世界といってもですね、そこにある生態系もほぼ地球と同じに違いないということは、牛みたいな動物も多分いるんだろう、そういうふうなことが分かるようになってるんです。この辺りのですね、他にも巨大なカメとかね、トカゲに乗ったりとかいろいろなものがあるんですけども、ちょっとねリアリティで抑えるところは抑えるというのがですね、この作品やたらうまいんですよね。でこれってそのアニメーションのファンタジーっていうのを変えてしまう描写だと思ってるんですね。アニメーションのファンタジーっていうのはいわゆるヨーロッパ風景なんですよ。だからヨーロッパっぽい風景を描かなきゃいけないとみんな思ってるから、その普通のアニメのファンタジーもので例えば主人公が別の国に行ってもあんま風景が変わり映えしないか極端にね変えちゃうので、こういうダイナミックな風景出せないんですよ。この田んぼとかができたらドキッとするじゃないですか。こう田んぼとか出てきたらこのドキッとするようなこういうダイナミックな風景の見せ方っていうのはできないですね。やっぱ想像の範囲で異世界の風景描いちゃうからですね。でおまけにさっき話したようにあえて現実に似せているその象に似た生物とか田んぼとか出すことによってですね、その他のファンタジーアニメとの差を見せているですね。他のファンタジーアニメでこういうの見たことないでしょっていうふうに宣言するというかですね、見せつけることでかえって異世界観の強調に成功しているなというふうに思います。この辺がですねちょっとオープニングをいろいろ今回今シーズンコンクールというべきか、今回のクールはですね毎回毎回オープニングが違うんでですねそういう楽しみ方ができる。で17話再会っていう回のですねオープニングはですね主人公の父パウロもですねもともといた村からですね魔法の力で強制転移されてこの世界のどっかに飛ばされちゃうんですね、娘と一緒に、幼い娘と一緒に。でそれのですね、彼の冒険っていうかですね心の痛みを書いたオープニングなんですけども、これももうセリフゼロですごいです。アニメが始まった瞬間になんか光があって、次にお父さんのパウロが呆然とした顔をして娘と手をつないでるんですけど、目の前は見たことがない風景があってっていうところから始まって、で曲が始まるとですねお父さんがいきなりこう馬を走らせてるシーンから始まるんですね。夜中の道を走る馬に乗ってて、で不安そうな娘を胸に抱えてて、でもお父さんの顔は負けてないんですよ。正気を失ってないんですね。つまり逆境に負けず娘を守ってやろうと顔をこの時はしてるんですよ。で、しかしですねこうやって、急いで生まれた村に帰ろうとした時にですね、途中で娘が熱を出して病気になって雨の中どこも雨露をしのぐ場所がなくてしょうがないから岩陰に隠れたりですね、そういうようなことをやっているうちにですねどんどん彼の心はですね折れかけていくんですね。ただもともとが戦士ですごい強い人だからそんな簡単に折れたりはしないんですけども、それでもですね村へ帰った時にその村ごと消滅してるというのが分かって、でも彼は消えた人々の捜索チームというのを作るんですよ。これ全部オープニングですよ。オープニングの中で無言で全部見せてるんですけども、捜索チームを作ると。で徐々に仲間が増えてくるんですよね。でやりがいを感じるんです。やりがいを感じてこの一緒に連れてきた小さい娘ノルンという女の子がだんだん成長して自分を励ましてくれるんですね。これも全部無言のオープニングの中ですよ。で、頑張って疲れ果てた夜一人で頑張りすぎたと思ってゴッと疲れてると、なんか昼のうちに花を摘んで花輪作ってくれるんですね。ノルンがその花輪を首にかけてくれるんですよ。で娘はなんか俺を励ましてくれるんだ、こんなちっちゃい女の子が俺を励ましてくれるんだ、頑張らなきゃと思ってっていうシーンの後ですね、その花輪が燭台ろうそくの横にこう置いてあるんですね。でその時ろうそくは赤々とやっぱり燃えていて花はきれいに咲いてるんですけど、次のカットがですねいきなり消えたろうそく、朝の光、枯れた花なんですよ。めちゃくちゃうまい。これね
何なのかっていうと、その夢なんかね、夜の世界と昼の現実ですね。夜の希望を持っている自分たち、願望と朝の現実の世界との対比で見せてるんですよ。夜どんなに頑張るぞと思っても、朝になるとその頑張るという気力は消えて、花は萎えていくんだと、現実、残酷な現実に照らされるんだっていうことを見せてるわけですね。なんでかというとですね、そのどんどん仲間が増えて捜索隊が増えて分かるのは、これも無言で見せてるシーンなんですけども、自分たちが助けられるシーンより死んでいく人の方が多いっていう、この報告書とかを見て落ち込んでいく様なんですよね。で、自分の肝心の探している奥さんとか息子ルーデウスの消息が全くわからないまま、季節だけがどんどん過ぎ去っていく。もちろんたまに再会があって喜びがあるんですけど、それよりは奴隷として売られていってしまった人たちとかですね、それを助けられなかった悔しさっていうのがあって、徐々に仲間が疲弊していくんですよ。なのでこの燭台、明かりがきれいについた燭台が朝の残酷な光に照らされて枯れた花が映っていくわけですね。でどんどんですね、お父さんのパウロはお酒の量が増えていくんですよ。これ原作ではなんで彼が絶望していくのかっていうのを事細かく書いていくんですね。もうそれをパウロの視点で、さっきも言った主観で書いてくれるからすごく分かりやすいんですけども、そこを思い切ってカットしてるんですね。そうじゃなくて、オープニングの映像でも透明の連続だけで見せてる方がパウロの絶望がゾッとするぐらい分かるんですよ。でそこ全部カットする。でついに最後のコマですね。酔っ払ってなんでこれができないんだと怒鳴るパウロ、それを後ろの方で見ているノルンですね。これもですね、ピンとあえてノルンに当てっぱなしです。つまりこっちのお父さん怒鳴ってるんですけど、こっちの方にピントを合わせたりせずに、ずっとこの娘がですね、尊敬できるお父さんのはずなのにこういうふうになってしまうところっていうのをですね、書いてるんですね。で次第にパウロは最初仲間がいるところで酒飲んでたんですけど、もう最後の方ではですね、その主題歌の終わるところではですね、パウロが酒を飲んでるとみんなが近寄らなくなっていくっていう描写まで入って、それでも夜になるとノルンが寝ているところにですね、パウロはちょっと近づいてノルンに触ろうとすると。でもノルンに触ろうとするとちょっと顔が避けられてしまうと。別にノルンは避けられたんじゃないんだけども、ついにそのパウロっていうのはなんか誰にも頼ることができなくなってくるという絶望をオープニングの音楽の間だけで見せるんですよ。これだけすごいんですね。だから本当に見てないのがもったいないんですよ。ちゃんと見たらこんなすごいアニメが今現実に週に毎週放送してるのに、みんな見てないのが僕すごいもったいないと思うんですけども。ここまでがですね、オープニングで見る、初級ですね、初級です。で次にですね、キャラクターで見せる初級っていうのを語りたいんですけどもですね、キャラクターで多分初級ですから分かりやすいところでいきますけどもですね、第18話「それぞれの旅」っていうのがあります。でこれはルーデウスの旅が一段落したところで、次はロキシーですね。魔法使いで元ルーデウスの師匠だったロキシーっていう女の人のですね、旅を描いてるんですけども、ノコパラっていうですね、かつての仲間だった馬ですね、野良馬とパコパコ歩くというのをかけたアナグラムなんでしょうね、ノコパラっていう名前。それとですね、ロキシーが酒場で飲んでるシーンなんですよね。でこの第一クールではですね、このノコパラ悪役だったんですよね。悪役でなんか冒険者たちをいじめるというかですね、上前を跳ねて、で自分だけががめつく意地汚く金をせしめるキャラクターで、全然いいやつじゃなかったんですけど、それとロキシーがですね、割と楽しそうに会話してんですね。で2人でですね、結局生き残ったのは俺たち中年2人組かというふうに言ってるんですけども、実はロキシー幼く見えるんですけど、設定年齢40歳でですね、いつまでたっても年取らない種族なんですよ。で、お互い中年で、2人で話してるんですね。で単純な正義感では生きられないような年齢になってるんですよ。でロキシーがなんでこの意地汚いやつと分かっててノコパラと話してるのかっていうと、ロキシーも別にその綺麗な人生を歩んできたからではないんですね。10代20代のこんなことやっちゃいけないんだっていうふうなものをもう超えて、30代40代になって守らなければいけないものができて、で多少はえぐいこと、えげつないこと、ずるいことに手を染めてでも家族を養わなければいけないというポジションに
立ってるノコパラともう話が合うようになっちゃってるんですね。かつてのロキシーはまだそれでも純粋でこういう時にムキになったりしたんですけども、ノコパラは相変わらず初心者たちをはめて彼らからずるく金を差しめて生きてるんですかっていうふうに楽しそうに聞くんです。でノコパラもいやなんか最近そうでもなくてさという話す、なんかここら辺が深み合っていいんですけども、そのシーンですね、この2番目のシーン。ノコパラはですね、前のめりで話してるんですけど、このシーン椅子を引いてちょっと後ろ持たれるような感じになってですね、でも2年ほど前に痛い目に遭ってからはちょっと自重してるんだっていうふうに言うんですね。いきなり声がイケメン声になるんですけどもですね、でこの後ですね、ノコパラは子供が生まれてからちょっとなんか俺変わっちゃったんだよなと、俺はあいつらのためだったら何だったらやるぜと、それは喧嘩するし嫌になる時もあるんだけども、でも俺はっていう話をすると。でつまりノコパラはですね、相変わらず弱い者をいじめてそいつらからがめつく金を奪うっていう悪役をやめてないんですよ。悪役をやめてないんだけども、そういう自分を恥じてないっていうふうに言うんですね。でその流れでロキシーに「お前もだから親っていうのはそんなもんなんだから、お前も親に嫌われてるとか親がもう自分なんか帰ってこなくてもいいと思わずに、とりあえず田舎に帰れよ」っていうふうに説教するんですよ。この説教ね、すごい聞くんですけども、原作とね違うんですね。原作ではここまでノコパラ面白いキャラじゃないんですよ。掘り下げてないって言えばいいのかな。もちろんこういう手の流れになってますし、こういうセリフ、似たようなセリフ出てくるんですけども、さっきも言ったようにアニメ版のですね、その無色転生の特徴はエモさなんですよ。感情的であって感傷的なんですね。全てのキャラクターが感情で動いているのがその演出とか演技で表現されてるから、かなりねそこが面白い。その原作の論理的に説明されてるのと違うんですよね。だからで3話にまたがって親子喧嘩再会でそれぞれの、旅っていうこの3つの回は全部親子がテーマなんですよ。親子の関係っていうのを中心で3話のユニットを組んでるからですね、ここでそのノコパラ出すことによってすごいキーポイントになってるんですね。だからロキシーはこの後一人で田舎へ帰るんですよ。原作では旅の自分のパーティー、つまりちょっとがっちりめのそのゴブリン族みたいな人とですね、で綺麗で淫乱なエルフ族の人と3人で村へ行くんですけども、それをやるとロキシーが心が裸にならないんですね。ロキシーがずっと構えたまま行っちゃうし、一緒のパーティーで行ったらその人らが見てる村の風景っていうのが見えてしまう。で何よりその村ではみんながテレパシーで会話してんだけど、ロキシーはその村の出身なんだけどテレパシーが使えない、だから孤独なんだっていうのを出すためには他にテレパシーも使えない、パーティーがいてはダメなんですね。なのでアニメーションではそこをズバッと改変してロキシー一人で村に行くっていう感じにしてる。これもね原作を思い切って改変してるんですね。それはもう本当にエモくするためなんですよ。いわゆる泣けるようにではないんですよ。感情的になるようにやってるんですよね。このノコパラのキャラをあえて変えたのはこの3話にまたがる親子ものっていうのを強調するためだっていうふうに考えると分かりやすくなると思います。ですね、ではもうですね、今日ちょっとここでですね無料の放送の方を終えたいと思います。とにかく最初から話している通りですね、無色転生ってちゃんと見るとすごく面白いんですね。でそれをいわゆる普通のアニメのファンタジーものを見るような目で見るとちょっとね分かんなくなっちゃうんですね。でなんか意図があってこうしてるんだっていうふうに見ると、でもしくはこの話数こうなんだけどもこの2つとか3つのセットでこんな感じでですねできているという構造で捉えるとですねものすごい深みがある作品なんでですね、ぜひ見てください。今日の夜またテレビ東京だったかな、違うか、MX テレビかなんかでですね最新話ですね、次の話がありますんですね。で限定の方ではですねエンディングの演出技法をちょっと説明したいと思います。これ無料ではオープニングを説明したんですけども分かりやすいからなんですよ。エンディングねちょっと複雑なんですよ。なので、原点の方ではですねエンディングの演出技法を解説します。これ僕何語りたいのかっていうと、これまでですねテレビアニメの演出家として僕は最も優れてると思っているのは、高畑勲とですねあとは、富野由悠季
なんですよ。この2人は演出力がテレビシリーズに関しては桁外れに抜き出てるというふうに思ってるんですけど、まあ出崎さんもそうなんですけど、とりあえずこの辺りですけども、高畑勲系なんですよね、この岡本さんっていう監督は。で高畑勲を超えたんじゃないかなというふうにも思います。それは何でかというと、高畑勲があくまでインテリ層を対象にした演出家であるのに対して、この無色転生の演出技法っていうのはあくまでその今のアニメファンを対象にしているですね。でそれでありながら演出っていうのが何なのかっていうのを分かりやすくちょっとやってるのがエンディングの演出だと思うんで、この辺説明したいと思います。というわけでですね、限定ではですね、無色転生の続き話します。演出で見せる中級ですね。とりあえず絵で見せる初級っていうのが終わったんで、演出で見せる中級、エンディングの構造で、なんで高畑超えと僕は思うのか。あとね、ロキシーの書き方から第3クールですねの予想が割とつくと思うんで、ちょっとそこを話したいと思います。次回は俺持ってくの忘れちゃった立花明っていうですね、作家さんのですね「スピリチュアル」というですねノンフィクションですね、リンク出せるかな Amazon の。はいはい、すいません僕ちょっと本持ってくるの忘れたんでですね、立花明の「スピリチュアル」という本をですねちょっと紹介したいと思います。スピリチュアルは人間の心は一体何でできているのか、立花さんは何年も前からですねなんだろうな進化論的脳科学というかな心理学というのを駆使して、つまり人間っていうのは心っていうのを持つようになったのはこれこれこういう理由があるからだと。普通の心理学っていうのは人間には例えば憎しみとか嫉妬とか悲しみとか喜びという感情があるっていうあるところから始まるんですけども、そうではなくて現生動物から僕らは複雑な進化を経てですね、現在の脳を獲得する時になんで感情とか心っていう面倒くさいものを持つようになったのかっていう、そこから書いてるやつですね。でその結果スピリチュアルっていうのは多分そのいわゆる世間一般でいうオカルト的な意味ではなくて、人間は何で心を持つようになって、その結果僕らはどんな生物になっちゃったのかっていうですね、ちょっとサピエンス全史っていう本が人類の話だとしたら、スピリチュアルっていうのは僕らの心の中の話みたいなものなので、話してみようと思います。かなり面白くなると思うので、期待しててください。心理学ものってね割とね、大学の心理学部って文学部にあるじゃないですか。これね誤解してる人多いんですけども、心理学を科学だと思ってる人すごく多いんですけども、違うんですよ。精神医学は科学なんですけども、心理学は文学なんですね。ここのところ分かんない人は自分で調べてみてください。これね間違えると、だから結局心理学的にこういう実験があってこれはもう実証されてますっていう言い方があるんですけども、あれ違うわけですよね。実験という言葉が使える、使えるは使えるんですけども、証明っていうのはかなり難しいのは何でかというと、心理学部というのは文学部にあるところからお察しくださいというあたりなんですけど、そこら辺も踏まえての説明になります。では限定の方に切り替えてください。お疲れ様でした。はい、じゃあ、切り替わりましたね。じゃあ後半いきましょうか。